家庭菜園ライフ。目黒で菜園をやっている西川です。今日は6月中旬から後半、ナス科野菜のお世話のポイントをご紹介しようと思います。6月後半になると梅雨が明けていよいよ収穫の時期になってくると思います。この時期の必要な作業としてはこれまでの作業の繰り返しになります。ただし皆さん結構陥りがちなポイントとして、畑に来てないうちに畑が荒れてしまった、暑くてなかなか来たくない、こんなことが皆さんよくあると思います。結果ナス科の野菜の収量が落ちた、うまくできなかった、挫折するポイントになるかもしれません。今日は必要な作業をご紹介して振り返ってみたいと思います。最後に質問にもお答えします。最後までご覧ください。それではこの時期に必要な作業をお伝えしていきたいと思います。1つ目は誘引作業です。2つ目は害虫退治、3つ目は適切な時期の収穫です。4つ目は水やり、5つ目は病気対策。この5つをご紹介します。これまでと同じ基本的なことですが、7月8月に向けて非常に重要な時期になってきます。ではこの5つを細かくご紹介したいと思います。それでは1つ目のポイントです。この時期どんどん背丈が高くなります。1週間に1回は誘引が必要になると思います。誘引をしないと風によって折れてしまったり、実が傷ついたり奇形になったりします。これを見てください。今花房が支柱に接近して実が傷つこうとしています。このような場合、正しく誘引をして、紐で結んであげて正しく固定していきます。こうすることによって実は十分大きく膨らんできます。風によって倒れることもなくなってきます。ナスもこのようにたくさん実ができています。先端がこのように誘引されていないので、風が強いと折れてしまう可能性があります。ですからこれも正しく誘引していただくようにお願いしたいと思います。この時期の誘引の必要性としては、風の対策だけではなく実がしっかり育つためにも必要になります。必ずこの誘引をやっていきましょう。合わせてトマト、ナス、ピーマンは剪定作業もぜひ実施していただきます。これをすることによって収量が上がります。ぜひやってみてください。2つ目は害虫対策です。いよいよナス科に被害を与えるタバコガの発生の時期です。せっかくできた実を食害する厄介な害虫です。ナス科の野菜は上から囲うというのはちょっと難しいので、捕殺か忌避剤を使うかの方法があります。ではまず害虫のチェックポイントを見ていきましょう。野菜の葉の裏などを見て、卵が産みつけられていないかどうかしっかりチェックしましょう。夜間にやってきて産卵しますので、畑に来られた時は必ずチェックするようにしましょう。初期の段階はかなり小さいです。被害も目立つような被害がありません。ですので見逃しがちなんですが、初期段階で捕殺できれば被害を未然に防ぐこともできます。しっかり葉の裏、茎をチェックしましょう。タバコの忌避剤としては唐辛子焼酎液が適切だと思います。葉の表面に定期的に散布しましょう。注意点としては、虫を嫌ってかけすぎてしまうと、枯れることがあります。葉が焼けないように希釈倍率と回数を守ってください。その他アブラムシの発生もこの時期増えてくると思います。葉をしっかり確認し、捕獲して潰すか、もしくは払い落とすようにしてください。続いて適切な収穫です。この時期になると収穫がどんどん始まります。しかしこの収穫というのは野菜を長く取っていくためには重要なポイントがあります。あまり大きくしないということです。皆さん大きい野菜を取ると非常に喜ぶ方がいらっしゃるんですが、あまり大きくしてしまうと株自体が疲労して弱っていきます。この点注意してください。ではこちらのナスをご覧ください。一見非常に立派なナスに見えますが、実は家庭菜園では少し育ちすぎかと思います。ここまで大きくしてしまうと株の栄養も随分使われていますので、株そのものが弱ってしまいます。こちらのナスの背丈をご覧ください。まだ5、60センチぐらいです。そこまで大きい成長度合いではありません。ではこちらのナスをご覧ください。一見実があまりついてなくてすっきりしている状態に見えますが、しっかり収穫をしている証拠です。背丈も70センチから80センチ近くまで伸びてきています。収穫をこまめにするとこのように枝も十分成長してきます。花芽も多くついています。10個以上はある状態です。このようにどんどん実ができて続けて収穫ができるということになります。適切なサイズのがありましたので取ってみます。このようにナスの長さがだいたい手のひらのサイズ12センチぐらいというのが適切なサイズだと思います。ピーマンの場合は今適切な例がないんですが、
5センチから6センチぐらいの長さで収穫していただくのが一番多く収穫につながる大きさだと思います。トマトは赤くなったら収穫してください。あまり長く置いておくと実が割れたりコガネムシに食べられたり鳥に食べられたりということがあります。赤くなったら早く取って食べてみてください。続いては水の管理です。6月の後半になりますとだいぶ乾燥が進んできます。ナスやピーマンは特にカシスと乾燥に弱いです。カシスになると根腐れします。逆に乾燥にすると実がつきづらいということがあります。水をやりすぎないということについてこれまでご案内してきましたが、しっかり土壌をチェックして必要な場合水を与えましょう。水のチェックの方法ですが、畝間の土を少し足で掘ってみてください。2、3センチ掘って湿りがあるようだったらあえて灌水の必要はありません。2、3センチ下まで乾燥が進んでいる場合、バケツで畝間に水を与えましょう。毛細管現象で畝の下にも水が運ばれていきます。それで根腐れを防ぎながら水補給ができます。この時期は朝晩ゲリラ豪雨なども多い時期です。天気予報を見ながら水の管理をしてみてください。最後、病気の対策です。この時期になりますと下葉が徐々に枯れてきます。これをご覧ください。まだ完全には枯れていませんが、いずれ下葉は枯れてきます。このように地面についていると病気の発生原因になります。このような葉は摘葉するようにしてください。夏に向けて怖い病気としては2点ほどあります。1つ目はウイルス病のモザイク病です。これはアブラムシがウイルスを媒介することで病気になります。アブラムシがいたら必ず撃退するようにしてください。2つ目が青枯れ病や阪神胃腸病のような土壌から細菌が入る場合、これは発生すると防ぎようがありません。残念ですが早めに抜き取って感染を広げないようにしてください。その時の注意点としては、土は他の場所にばらまかないように注意してください。また夏場の収穫も要注意です。このような収穫に使ったハサミ、こちらは毎回除菌するようにしてください。このポイントをしっかり守ってください。もう一つ皆さん気になる追肥についてご紹介したいと思います。追肥については皆さんそれぞれ追肥をするタイミングが変わってくると思います。生育が少し悪い方は2、3週間に1回、肥料過多の方は1ヶ月に1回など追肥のタイミングが変わってきます。重要なのは野菜の状況を見ながら追肥をしていくということです。ですので6月中旬から下旬に必ず追肥をするというわけではありません。皆さん状況を見ながら追肥をしていてください。それでは質問にご回答していきます。こちらのうどんこ病の病気についての動画です。こちらにコメントをいただきました。重曹水と同じようなアルカリ水を散布しています。やはりお酢の方が良いでしょうか、というコメントです。お酢の方がアルカリ水よりは効果が高いと思います。またアルカリ水よりは重曹を使っていただいた方がいいと思います。アルカリ水について調べてみたんですが、洗浄効果というのは期待できるんですが、殺菌効果については期待ができないのではないかと私は思います。同じ電解水でも次亜塩素酸水は実際に食品工場で洗浄など殺菌に使われていますので殺菌効果はあると思いますが、アルカリ電解水については殺菌効果はないと思います。なのでうどんこ病には重曹水を定期的に撒いて予防すると。発生した場合お酢を使うというのも一つの方法かもしれません。やってみてください。今日はナス科の野菜の6月中旬から後半のお世話のポイントについてご紹介しました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた。